え、何？黙ってないで何とか言ったら？私は喫音症で、いつもそんな風に人から言われてしまう。どうしても喋り始めの一音目が詰まってしまい、頑張って喋ってもどもり、うまく話せない。特に、おはよう、いただきます、ありがとう、といった母音から始まる発音が苦手なため、水川、ちゃんと挨拶しろ！先生にさえも理解されずに怒られた。自分でも治したいと、喫音症についての本を読んだり、セラピーにも通ったりしたが、一向に治らなかった。中学校に上がった頃からいじめがひどくなり、学校に行くのが怖くなった。何日も休むとますます生きづらくなり、私は登校拒否となって家に引きこもるように。中学卒業後は年に3日から5日通学するだけの通信制の高校に進学したためよかったが、問題は卒業後の就職だ。どの会社でも面接で落とされてしまい、バイトで雇われてもコミュニケーションがうまく取れずに解雇されたり、自分から退職して続かない。結局、引きこもりの生活に戻ってしまった。そんな私を両親は心配して、八方手を尽くした結果、遠縁の親戚の旦那さんが経営している会社で、事務員として働かせてもらえることになった。入社前に親戚である社長夫人が挨拶に来てくれた。緊張して何も喋れない私に微笑み、千尋ちゃんは事務仕事だけやって、電話応対や接客はやらなくていいから、少しずつ仕事は覚えていきましょう。優しく話しかけてくれた。この人となら仕事ができそう。そう思った私は黙って頭を下げた。私が働くことになったのは、社長と経理担当の奥様、それと従業員が15人ほどの小さな会社だ。ほとんどの従業員は営業担当で、日中は外に出ていることが多いという。奥様は朝礼で社員に私を紹介する際に、私が喫音症でうまく喋れないから気長に待ってほしいこと。緊急で用事があるときはメモやメールで伝えること。仕事は事務処理だけで電話応対や接客はしないことを伝えた。それを聞いてさっと顔色が変わって私をじっと見つめる女性社員がいた。その眼差しには軽蔑と嫌悪の色が浮かび、私はビクッと体を震わせた。その女性は私の上司にあたる人で、入江さんと言った。その日から入江さんの私への嫌がらせが始まった。電話が鳴ると、ああ、普通は新入社員が電話応対するはずなのに。聞こえよがしに言い、接客はできなくてもお茶ぐらいは出せるでしょ？お盆を突きつけられた。謝ろうと声を絞り出し、すみま。どもり声になってしまう私に盛大にため息を吐き、イライラした表情を隠そうとしない。事務仕事しかできないのだからと、彼女の分の仕事まで押し付けられた。学校でのいじめを思い出し、会社を辞めて家に引きこもりたい気持ちになったが、それでも仕事を続けられたのは奥様のおかげだ。入江さん、水川さんの喫音症は努力しても治るものじゃないから理解してあげてちょうだい。みんなで協力して働きやすい職場を作っていきましょう。さすがに社長夫人に対して文句は言えず、入江さんは不満げな表情を浮かべながらもうなずいた。そんな奥様に少しでも恩返しができるよう、私は仕事を懸命にこなした。事務仕事をこなすだけでなく、取引先に喫音症であることを伝え、なるべくメールでのやり取りをお願いする。ありがたいことに取引先は理解してくれ、大抵のやり取りはメールで済ませることができた。
直接会うことがあっても私が喋るのを根気よく待ち、うまく喋れない私を理解しようとしてくれた。千尋ちゃんすごい進歩だわ。千尋ちゃんは仕事が迅速で丁寧だと、取引先にも評判がいいのよ。これからもよろしくね。奥様に褒めていただき嬉しくなる。変化は職場だけではなかった。今までは部屋で一人で食事をしていたが、両親と食卓を囲むようになったのだ。仕事や奥様の話をする私を両親が嬉しそうにうなずいて聞いてくれる。もうずっと千尋は引きこもりのままなんじゃないかって悩んだけど、舞子さんの会社で働かせてもらえて本当によかったわ。涙ながらに語る母に申し訳なさとともに、これからも仕事を頑張ろうと思うのだった。その日、社長は入江さんを伴って出張していた。社長は寡黙で、私どころか奥様以外とはほとんど喋らない。穏やかで優しく、社員全員を気遣ってくれる奥様がいてくれるおかげで、この会社は明るい雰囲気が保たれていると言っても過言ではない。私は奥様のお手伝いで領収書の整理をしていた。いつもいる事務員のパートさんはお休みで、他の社員さんはみんな営業に出ていて事務所に二人きりだった。千尋ちゃんが会社に馴染んでいくのが自分のことのように嬉しいの。子供がいない私たちにとって千尋ちゃんは娘みたいなものよ。私にとっても奥様は姉のような母のような存在であり、心が通じ合って温かい気持ちになった。ありがとうございます。はにかみながら伝えると、奥様がにっこり微笑んで立ち上がる。少し休憩しましょうか。その途端、私の目の前で奥様がぐらりと揺れて床に倒れた。ひゅんと短く息を吸う音が喉で響き、ぐっと詰まる。全身が冷や水を浴びたように冷たくなり、ガクガクと震えた。それでも何とかしなければと思い、スマホを取り出して119を押す。頭がパニックでいつも以上に舌がもつれたが、センターの人が私の意図を察してくれて、救急車を手配してくれた。社長に電話したがつながらず、震える指でメールを打つ。救急車が到着するまでの間、奥様の手を必死に握り続けた。必ず意識を取り戻し、回復するという祈りを込めて。気がつくと、救急隊員に手を離されていた。搬送される奥様を追いかけ、救急車に乗り込む。だが、病院に到着する前に、奥様は事切れてしまった。あまりの突然の出来事に理解が追いつかず、胸にぽっかりと大きな穴が開いたような喪失感に襲われる。呆然と霊安室のベンチに座っていると、スマホの着信音が響いた。社長だ。ただ泣くばかりで説明ができない私に代わり、看護師さんが奥様が救急車で搬送されて亡くなられたことと病院の名前を伝えてくれた。それから何時間もそこに佇んでいたことに気がついたのは、バタンと激しく開いた扉の音によってだった。舞子！舞子！社長の慟哭が霊安室に反響する。これほどまでに社長が感情をさらけ出すのを初めて見た。どれほど奥様を深く愛していたのかが強く伝わってくる。悲しみが胸を貫き、しゃくり上げて泣くことしかできず、社長への慰めの言葉などかけられなかった。奥様の死因はくも膜下出血とのことだった。何の兆候もなく突然倒れて亡くなった。たくさんの人が葬儀に訪れて奥様の死を悼み、どれだけ彼女が愛されていたのかを改めて知る。最も彼女を愛していた社長は、何とか喪主を務めているものの、憔悴しきった表情は人々の涙を誘った。葬儀が終わり、
艶振る舞いが行われた。私の向かいには入江さんが座っていたが、私は悲しみに沈んでうつむいていた。水川さん？声をかけられて顔を上げると、突然コップの水を顔にぶちまけられた。これであなたもおしまいね。今までは奥様がいたから雇ってもらえたけど、後ろ盾のない今、役立たずなあなたは厄介払いよ。水をかけられたことより、奥様の死を悼む場で高笑いする入江さんが信じられず、呆然とした。その時、私の顔に柔らかい感触が当たった。大丈夫？年配の女性がハンカチで顔を拭いてくれている。あなた、葬儀で人様の顔に水をかける非道な振る舞いをするなんて、一体何を考えているの？女性に強く非難され、入江さんが顔を真っ赤にして反論する。うるさいわね。おばさんには関係ないでしょ？首を突っ込まないでよ。これ以上奥様の葬儀でことを荒立てたくない。そう思った私は女性に頭を下げてお礼を伝え、足早にその場を立ち去った。翌日、私は退職届を手に出社した。奥様がいなくなり、入江さんにあんなことを言われて、この会社で働き続けることはもうできないと心が折れてしまったのだ。社長は忌引休暇で不在だが、入江さんに渡せば退職願は受理されるだろう。普段は始業時間よりかなり早く出社するのだが、今日は会社に向かう足取りが重く、ギリギリについてしまった。事務所に入る足が震える。もうここには奥様はいないのだと思うと涙がこみ上げる。だが出社最後となる今日はお世話になった社員さんに少しでも迷惑をかけないようにしなければと自分を奮い立たせた。おはようございます。事務所に入って挨拶すると途端に入江さんが私を振り向いてものすごい形相で睨みつけてきた。やってくれたわね。私が入江さんに？水をかけられたのは私の方なのに。困惑していると彼女の斜め後ろに女性が立っているのに気づいた。その女性は奥様の葬儀の際にハンカチで私の顔を拭いてくれた人だった。やっぱりあなたが千尋ちゃんだったのね。いきなり名前を呼ばれ呆然とする。そんな私に彼女が事の真相を語った。彼女は奥様の2つ上の姉で久美子さんという。ということは私にとって遠縁の親戚にあたるが奥様同様、姉の方とも面識はなかった。久美子さんは引きこもりになった私を入社させたことや、少しずつ仕事や会社に慣れて成長していることなど、奥様から聞いていたらしい。舞子はずっと子供が欲しかったけど、できなくてね。だから遠縁とはいえ、血のつながりのある千尋ちゃんのことが娘のように可愛いんだって話してくれてたの。私が勇気を出して取引先の方とどもりながらも話した時には自分のことのように自慢していたという。話を聞いているうちに会ったこともない千尋ちゃんに私も親しみを感じるようになっていたわ。葬儀の日、私が救急車を呼び最後を看取ったということを社長から聞いた久美子さんは私に挨拶して妹の話を聞こうと探していた。そこで私が入江さんに水をかけられる場面に出くわしたのだった。久美子さんと入江さんが口論になりかけたところで私が立ち去ったものだから、久美子さんは自分が奥様の姉であることを伝えられなかった。舞子は優しいから決して人の悪口は言わなかったけど、千尋ちゃんのことをよく思わない社員も中にはいると口を濁して話してくれていたのよ。それがこんなひどいいじめを受けていたなんて驚いたわ。久美子さんは早速社長にその旨を報告し、これから詳しい調査を進めると話した。
よそ者のあんたにそんな権限ないでしょ。入江さんが久美子さんに噛みつくと、久美子さんは不敵な笑みを浮かべた。舞子に代わって私が今日から経理担当することになったの。ちなみに私は簿記一級を保有し、大手企業で長年経理として勤務した経験があって、舞子に会社経営や経理のことで相談されていたの。これは久美子さんが副社長のような存在にこれからなるということを示唆していた。あなたのこと、妹に代わって監視しているから覚悟しなさい。千尋ちゃんに何かしたら私が許さないわよ。久美子さんに釘を刺された入江さんはショックを受け、顔が青ざめて愕然としていた。その後、社長が戻ってから入江さんの調査報告書が提出され、彼女は平社員に降格処分となった。久美子さんは穏やかで物腰柔らかだった奥様とは対照的な性格で、キビキビハキハキしていてはっきりと物を言う。けれどそこには愛情が溢れていて、そんなところは奥様と似ていると感じた。入江さんは久美子さんの宣言以降、すっかりおとなしくなって私に嫌味を言ったり仕事を押し付けてくることはなくなった。それは久美子さんによる監視だけが理由ではなかった。艶振る舞いでの入江さんの行為が噂となって広がり、それまで入江さんのことを仕事ができるからと認めてくれていた社員や取引先相手からも信用されなくなったのだ。入江さんは社内でも社外でも針のむしろとなり、結局自主退職して会社を去った。自分で自分の首を絞めることになったわね。久美子さんはそう言ったが、私には入江さんが哀れに感じた。妻を亡くして以来ずっと気落ちしていた社長だが、舞子がずっと支えてここまで成長した会社を、育ててくれた社員をないがしろにしてどうするの？社長のあなたがしっかりしないと。久美子さんに叱咤激励され、少しずつ立ち直ってきている。私も社長と同じように久美子さんの言葉にはっと気づかされた。辛いこと、嫌なことから逃げてばかりだった私を優しく受け入れ、励まし、奮起させてくれた奥様。私を娘のように深い愛情で包んでくれた彼女のためにも、社長や久美子さん、社員全員と力を合わせて会社を支えていこうと心に誓ったのだった。緊張しながら会社の入っているビルに足を踏み入れる。社長に会ったらどうお詫びをすればいいか何度も頭の中で繰り返したシミュレーションをもう一度再生する。全身が凍りついたように冷たく、膝がガクガクと震え、心臓が激しく波打った。引きつる唇を無理やり引き伸ばし、扉を開けると大きな声で挨拶した。おはようございます。昨日は大変申し訳ございませんでした。深々と頭を下げる俺に対し、一斉に皆の視線が向けられたのを感じる。お前か。昨日の入社式に来なかった不届きな奴は。ドスの効いた声が車内に響く。徳本社長だ。顔を上げると明らかに不機嫌な表情を浮かべ、俺を睨みつけている。言い訳しようとすると瞬時に阻まれた。学生気分の社員はとっとと帰れ。うちの会社にはいらん。目の前が真っ暗になった。苦労してようやく入社できたというのに、俺は何をやっているんだとひどく落ち込んだ。俺は母一人子一人で育った。母は俺に不憫な思いをさせたくないからと
仕事を掛け持ちし、高校まで行かせてくれた。そんな母の恩に報いたくて、高卒で就職するつもりだったが、雄一郎が心から高卒で就職したいと思ってるなら、お母さん何も言わないけど、本当は大学に行きたいと思ってるのなら、行きなさい。お金のことは何とかするから心配しないで。母さんの言葉に後押しされ、大学進学することにした。だが、経済的な負担をかけたくなかったので、できるだけ多くの奨学金を取り、学生ローンを組んだ。大学に通う一方で、アルバイトをして家計を助けたいと考えていたが、現実は生活費だけでいっぱいいっぱい。早く就職して母に楽させてやりたかった。だが、3年の4月から始めた就職活動はなかなかうまくいかず、俺はお断りメールばかり受け取っていた。中には何の連絡もなく、こちらから連絡して不採用だとわかる企業もあり、自分は連絡すらする価値のない人間なのかと落ち込んだ。そんな中、ようやく採用をもらえたのがこの会社で、俺は精一杯働こうと希望に燃えていた。その俺が入社式に行けなかったのには訳があった。雄一郎が社会人だなんて成長したわね。入社式の朝、母さんに感慨深い声で言われて、俺は照れ隠しで怒ったふりをした。もう、なんで同じこと言ってんの？本当は自分が何より嬉しいし、この日をどんなに心待ちにしたことか。遅刻しないよう早めに家を出る。駅までの道のりには河川敷があり、犬の散歩やジョギングをしている人を見かけるが、今朝は誰も歩いていない。新鮮な空気を感じながら歩いていると、異様な水しぶきの音とともに小さな悲鳴が聞こえてきた。顔を向けると小さな女の子が川で溺れている。予想外の光景にショックで体が固まったが、すぐ無意識に川に向かって走っていた。ジャケットを脱ぎ、カバンを投げ捨て川に飛び込む。学生時代は水泳部だったから泳ぎに自信はあったが、服を着て泳ぐことがこんなに大変だとは思わなかった。それでも必死に手足を動かして少しずつ女の子の元へと近づいていく。女の子はすでに疲れ切っており、手足の動きに力がなかった。目の前で沈んでいくのが見え、潜ってぐったりとした体を抱き上げる。浮力が働くはずなのに、小さな女の子は鉛のように重かった。女の子は意識を失っていた。すぐさま救急車を呼び、助けてもらえる人はいないかと視線を動かす。するとトイレ横の倉庫に AED のマークが見え、ダッシュして装置を取りに行く。大学の時に AED 講習を受けたことがあったが、実践したことは一度もない。だが目の前で生き絶えるかもしれない命を何とか救いたいという思いが俺の頭を締めていた。小児用のパッドを当て、スイッチを押す。早く救急車が来るよう祈りながら必死で心肺蘇生を繰り返した。その間、犬の散歩やジョギングをしている人が通り過ぎたが、心配そうな表情で見るものの、関係ないとばかりに通り過ぎる。もし俺が女の子を助けなかったらどうなっていたのだろうと恐ろしい気持ちになった。やがてけたたましいサイレン音とともに救急車が到着し、救命員が手早く女の子の様子を診察する。女の子の持ち物には家族の連絡先を示すものは何もない。心配で放っておけず、俺は同情して付き添うことにした。だが、
毛布をかぶって救急車に乗ると、急に現実に引き戻された。そうだ、今日は入社式だっていうのに、俺は何をやってるんだ？腕時計は水没してガラスの内側に水滴がついている。カバンからスマホを取り出すと、すでに入社式が始まっている時間だ。あまりの衝撃に息が止まり、指先から冷えて震えてくる。病院に着くと急いで会社に電話し、都合により入社式に出席できなかったことのお詫びを伝えた。メールでも事情を説明して謝罪したが、入社式を欠席したことへの不安は拭いきれなかった。それでも俺はここを離れることはできなかった。病室で眠る女の子の手を俺はずっと握っていた。しばらく経って手がピクピクっと動き、視線を向けるとゆっくりと女の子のまぶたが開いた。私。弱々しいながらも声が出て安心する。ナースコールを押して医師に診察してもらい、大丈夫だと言われて安堵の息を吐く。川で溺れてたんだよ。俺が呼びかけると、女の子の瞳から涙が溢れてきた。お母さん、会えなかった。声を詰まらせながら事情を話してくれた。自分も亡くなったお母さんのもとへ行こうと、自ら川に飛び込んだのだという。聞けば女の子は9歳。俺もさ、君と同じ年ぐらいの時にお父さんを病気で亡くしたんだ。父さんとはそんなに仲がいいというわけではなかった。仕事のある日は俺が寝てから帰ってくることがほとんどだったし、家にいてもテレビを見たり新聞を読んだりして過ごしていた。でもたまに休日になるとキャッチボールしたりサッカーしたり動物園に連れてってくれた。もうそんな時間を過ごすことがないんだと考えると悲しい気持ちになり、どうしてもっと一緒の時間を大切にしなかったんだろうと後悔した。ずっと悲しい気持ちで落ち込んでたけど、それでも生きていかなきゃいけないんだって気づいたんだ。だって父さんが心配して見守ってるから。女の子が再び涙を流す。私のお母さんも見てるかな？心配してるかな？俺は優しくうなずいた。もし保護者が見つからなかったらこちらに連絡もらえますか？看護師さんに連絡先を渡し、女の子が幸せに過ごせる未来を祈りつつ病院を後にした。もちろんこれは会社都合退職ではなく自己都合退職だからな。社長は俺に指を突き立てた。俺はここで一日も働くことなく会社を辞めるのか。今朝の母さんの笑顔が思い浮かんで胸がぎゅっと締め付けられた。その時、一人の女性が青ざめた顔で入ってきた。社長秘書だ。社長！なんだ騒がしい。迷惑そうな顔で社長が答える。一大事です。柊健三議員が来社されています。政治家のことはよく知らない俺でも、彼の名前は聞いたことがある。県議会議員で今度の県知事選挙に出馬を表明しており、最有力候補と言われている大物政治家だ。建設関連の会社を経営する社長にとって、地元の名士である大物政治家とは懇意にしたいところだろう。なんだって？どうしてうちに？まあいい。コネを作るチャンスだ。今すぐお通ししろ。社長が興奮した様子を見せ、それから俺をじろりと睨んだ。おい、大切なお客様がお見えになるんだ。
さっさと帰れ。俺は完全に邪魔者扱いだった。席さえも準備されていないため、カバン一つで帰るだけだ。俺が帰ろうとすると扉が開き、柊議員が入ってきた。さすが大物政治家と言われるだけあって貫禄があり、強いオーラを感じる。失礼しました。慌てて飛び抜くと、彼がいきなり俺の手を取った。あなたが田村雄一郎さんですね。名前を呼ばれて驚く。え？はい、そうですが。突然、なぜか柊議員から名前を呼ばれたじろぐ俺。社長も秘書も唖然としているようだった。奏を助けてくださり、本当にありがとうございました。柊議員は握った手に力を込め、涙を流して肩を震わせた。奏というのが川で溺れた女の子の名前だった。奏ちゃんのお母さん、つまり柊議員の娘さんが亡くなり、誰もが悲しみに暮れて沈み込んだ。母親を失った奏ちゃんを気遣うことすらできず、彼女の悲しみや痛みに気づけなかったという。それでも奏ちゃんは学校に通い出し、悲しみの中でも少しずつ立ち直っているように見えていた。ところが、母親の葬儀が終わって3週間が経ったある日、学校に行ったと思っていたら、奏ちゃんが来ていないと教師から連絡が入った。家から学校に向かう途中の道にはランドセルが捨ててあり、誘拐かと騒然となったが、犯人からの連絡は一向に来ない。悲嘆しながら探し回っていたところ、病院から連絡があり、急いで奏ちゃんのもとへ駆けつけたのだという。奏は何度もごめんなさいと謝りました。お母さんが悲しむからもうこんなことはしない。お兄ちゃんがそう言ったから、そう話してくれました。あの時の俺の気持ちが伝わっていたことを知り、心が温かくなった。すると、社長が猫なで声で柊議員に話しかける。どうです。我が社の社員は優秀でしょう。お孫さんの命を救った恩人ということで、これからはいろいろと我が社に便宜を図っていただけないでしょうか。先ほどまで俺にさっさと帰れと言っていたのに、社長の態度の表変ぶりには驚かされる。私はクリーンな政治を目指しています。それに、先ほどあなたは田村君をクビにしようとしていたでしょう。しっかりと聞こえていましたよ。社長がうっと声を詰まらせる。自分の将来を棒に振るかもしれない危険を顧みず、人助けをした優秀な社員を辞めさせるなんてこと、まさかあなたはしないですよね。重く厚みのある柊議員の言葉がのしかかり、社長は顔を引きつらせた。まさかそんなことをするはずがないでしょう。後日、俺は柊議員の家に招待された。目の前に佇む大豪邸に圧倒される。さすが大物政治家の自宅だ。駅一つ分離れているとはいえ、こんな近くに住んでいたなんて知らなかった。お兄ちゃん、この前はありがとうございました。かわいいワンピースを着て、きれいに髪を結んだ奏ちゃんが俺を迎えてくれた。あの時彼女を助けて本当に良かったと心から嬉しくなった。奏ちゃんに手を引かれて家を案内される。リビングに入ると家の中にもかかわらず、スーツを着た男性が顔を上げ、歩み寄ると深く頭を下げた。奏の父です。娘を助けてくださり、なんとお礼を申し上げていいか。
本当にありがとうございました。彼は柊議員の第一秘書をしているという。そこへ和服の柊議員が現れた。田村さん、どうぞ座ってください。俺は恐縮しながら勧められた席に座った。柊議員に尋ねられ、俺は今までの経歴を語った。実は私も母一人子一人でしてね。母は苦労して私を育ててくれたから、田村さんの話にとても共感を覚えます。彼は中学を卒業した後、働きながら夜間学校に通い、大学に進学したという。最初から政治家を目指していたわけではないんですよ。でも世の中の理不尽を感じるうちに、弱者を救う世の中にしたいという思いが高まり、議員になろうと思ったんです。ここまで来るには長い道のりでした。柊議員は議員になりたての頃の苦労話もしてくれた。私はただ苦労をかけた母を楽にしてあげたいという思いしかなく、世の中を変えようだなんて考えたことありませんでした。でも、柊議員の話を拝聴して、とても感銘いたしました。そんな俺に柊議員が声をかける。もし、田村くんが私のやっていることに興味があるなら、一緒に頑張ってみませんか？俺は顔を上げた。柊議員のおかげで会社を辞めずに済んだが、サービス残業、休日出勤当たり前、仕事はちゃんと教えてもらえず、毎日パワハラを受け続ける日々。仕事にモチベーションを見出せず、このままでいいのかと悩んでいた。ぜひ、よろしくお願いします。その後、俺は柊議員の第二秘書となった。事の経緯を聞いた母さんは、それを聞いて目を丸くした。まあ、そんなことが。人の縁って不思議だけど、きっと神様が見てくださっていたのね。神様が見ているといえば、徳本社長の会社だが、政治家との癒着が明らかになり、ニュースになっていた。こういった世の中を変えるためにも、柊議員には県知事になってほしいと強く思った。県知事選に出馬した柊議員の選挙運動はヘトヘトになるほどの忙しさで、朝から夜中まで働き回った。だが皆が一丸となって勝利を目指し、やりがいを感じた。選挙結果が決まるまでドキドキし、柊議員が県知事選に勝利したことを知ると興奮し、泣きながら皆と抱き合って喜んだ。こんな興奮、学生時代にも経験したことがなかった。その場には、かなでちゃんも来ていた。おじいちゃん、おめでとう。笑顔でお祝いの花束を渡したかなでちゃんに、柊議員が満面の笑みで受け取り、彼女を抱き上げる。入社式に参加できずクビになりかけ、人生が終わったと思った俺だったが、柊議員に出会えて、これからの道が開けた。この縁を大切にし、弱者を救う世の中にしたいという柊議員のお手伝いを少しでもできるよう頑張ろうと思うのだった。おい、ミノル。今日のお通し3品は何でいこうか。そうですね。昨日作っておいたごま豆腐とヤリイカと野菜のマリネ。あとはネギだれチャーシューでいこうかと。よし、それでいこう。俺の名は草野実。今年で26歳になる。高校中退で働き始めた小料理屋で料理人をしている。
ミノル、今日、八神様が来店されるって連絡くださったぞ。八神様はミノルのことごひいきにしてくださってるな。草野くんはいるかって確認されたからな。いや、大将の料理がうまいから常連さんになっていただいてるんですよ。大将が嬉しそうにへへっと笑う。俺が今の人生を手に入れられたのは大将のおかげだ。俺が入学した高校は地元では進学校で知られた中高一貫の高校だった。中学時代から常に成績の順位を競わされる日々。その中で俺は常に上位3位以内をキープする成績だった。父も母も一人っ子の俺に大きな期待をかけて、金も時間も体力も注いでくれていた。何不自由ない人生が続いていくと信じて疑わなかった。だが、俺が高一の秋に、二人は交通事故で帰らぬ人となった。親しい親戚もなく、祖父母も他界していた俺は、突然一人で社会に放り出されたのだった。無意識に自分は人生の勝ち組だという意識が育っていたのだろう。親の庇護を失った途端に、自分は羽も生え揃わぬひよこほどの可愛げもない醜いアヒルの子に過ぎないのだと思い知らされ、打ちのめされた。二人の残してくれた生命保険も、まさかの事故での交通標識の弁償額が1000万円を超えたおかげでほとんど残らなかった。親なし、金なしの俺は学校を辞めざるを得なかった。この先自分の人生はどうなってしまうのだろう。その不安から俺は食事も喉を通らなくなっていった。学生ならいるはずのない昼日中に俺はふらふらと街中をさまよっていた。そんな俺に声をかけてくれたのが大将だった。兄ちゃん、ちゃんと飯食ってるのか？その後、大将の店で食べさせてもらった塩おにぎりと豚汁の味は今でも忘れられない。突然降りかかった不幸に未来が見えなくなってしまったと話した俺に、大将はうちの店で見習いで働くつもりはあるかと聞いてくれた。料理などしたことのなかった俺は、ご飯の研ぎ方、野菜の皮の剥き方から大将に教えてもらった。生きていくために必死だった。でも、今まで感じたことのない充実感を初めて得た日々だった。料理をしているときは嫌なことを考えずに無心で取り組むことができたし、何よりも大将やお客さんとの交流が失った家族の温かさを取り戻せるようで嬉しかったのだ。午後5時、俺は店ののれんを店先にかける。しばらくして常連さんが今日も邪魔するよと言いながら店にやってくる。酒を片手に料理をつまみ、カウンターでまったりと時間を過ごす常連さんたちにとって、この店は自宅の延長なのだ。穏やかで誰もが安心して過ごせる空間がそこにあった。だが、それを壊すお客様というのも時には存在するのだ。いらっしゃいませ。店の扉が開く音に反応して声をかけ、入ってきたお客様の顔を見た。その瞬間、名前を思い出せなかったが、見知った誰かであることは分かった。え？ミノル？俺、永井純也。それは中学高校と同じクラスだった永井だった。ああ、永井くんか。久しぶり。一人？ああ、仕事帰りにちょっと飲みたくなって入ったんだ。俺はすっかりスーツが板についている永井をカウンター席に案内した。まずは生尾という彼にビールを注いだジョッキを手渡し、お通しを出す。へえ、
お通しが3品も出るんだ。嬉しそうに食べ始めた永井に、俺は料理をしながら近況などを尋ねていく。本当に久しぶりだね。だよな。お前が高校辞めてから会ってなかったもんな。本当に驚いたよ。あんなに優等生だったお前が高校を辞めて中卒で働くなんて。特に悪意はないのだろうが、やけに中卒を強調した言い方に、周りのお客様も俺と永井に視線を向ける。長くこの店に通っている常連さんは、俺がここで働き始めた頃から知っているので、俺の事情をうすうすは分かっている。だからこそ、中卒などとあからさまの言葉に眉をしかめたのだ。その時、ちょうどもう一人、店ののれんをくぐって入ってこられたお客様がいた。大将、草野くん、お邪魔するよ。大将が予約で来てくださると話していた八神様だった。八神様、いらっしゃいませ。こちらのお席へどうぞ。俺は八神様をカウンター席の隅、2席分の予約席へとお通しした。いつも悪いね。冷や酒と2人分のお通し、お願いできるかな。はい、ただいま。八神様は毎月同じ日に予約を2名で入れてくださる。とても穏やかな、将来こんな男になりたいと思う紳士だった。俺が八神様の前に出したお通しを見た瞬間、おっと声を出して微笑む。ごま豆腐、うちのやつが好きだったのをちゃんと覚えていてくれたんだね。俺は笑顔でうなずき、そっと八神様の前から離れた。八神様が毎月同じ日に来店されるのは、半年前に亡くなった奥様の月命日だからだ。奥様と八神様は本当に仲のいい夫婦だった。よく2人でお店を訪れては、2人で顔を寄せ合って笑いながら一緒にお酒を楽しんでいたのが印象的だった。その奥様を突然の病気で失って意気消沈していた八神様だったが、落ち込むよりも妻とのいい思い出を大事にしたいと、毎月来店されては、以前2人で座っていた席で、思い出を心の中で紐解くように、ゆっくりと時を過ごしにやってこられるのだ。その奥様がうちの料理で必ず注文してくださっていたのがごま豆腐だった。だから八神様が来られる時には必ずごま豆腐を用意しているのだ。目を閉じてゆっくりごま豆腐を味わっている八神様に、見ているこちらもありし日の奥様の姿が思い浮かんだ。だがその心が温かくなる思いを永井の一言が打ち砕いた。なあ、この料理ってもしかしてミノルが作ってるの？お通しの3品は僕が作らせてもらってるよ。どうりで、なんか貧乏人が作る飯って感じの味だな。まあ一流割烹みたいな味は求めちゃダメなんだろうけどさ、ちょっと食材の旨味じゃなくて臭みってやつが際立っちゃってね。一瞬俺は言われていることの意味がわからず、返答することができなかった。貧乏人が作る飯？食材の臭み？だが、次第に永井が言わんとしていることの真意を悟って、さらに返す言葉が見つからなかった。いや、ごめんな、はっきり言っちゃって。でも、俺って思ったことは率直に言っちゃうたちでさ、俺って有名国立大学入って教授に気に入られたからさ、大学時代からちょっと高い料亭とか連れて行ってもらえちゃったから、舌が肥えちゃってね。食材の良し悪しとか分かっちゃうんだわ。傲慢な態度で、俺を見下すためだけに出された言葉であることは明らかだった。高校時代、
常に上位を争う三人はライバルであり、良き友達だった。その中に強引に分け入ろうとして失敗したのが永井だった。高校時代は媚びを売ってすり寄ってきていた永井だったが、彼の考える勝ち組から脱落した俺は嘲笑う対象でしかなくなったのだろう。まあ、でもその食材への知識っていうのが役立ってさ。俺今海外と食材の取引する部門で働いてるんだわ。今って小麦の獲得競争が激しくて大変なんだけどさ、俺が海外の大農家との契約に成功したから大出世約束されちゃってんだよね。自慢じゃないんだけど。う。へえ、すごいね。さすが永井くんだよ。そうか？いやー、料理屋とか水物の世界で必死にその日を暮らすミノルの方が人生サバイバーですごいと思うぞ。誰も俺と永井の会話に口を挟む人はいなかった。だが、永井の発する言葉にあるトゲを誰もが背中で感じ取っていた。永井からは見えないが、厨房で調理する大将も眉間にシワを寄せた険しい顔でこちらを見ていた。仕事の疲れを癒し、笑顔で家庭に帰るための憩いの場所。それが大将の思い描く店なのに、今あるのは嫌な緊張感だった。まあ、大企業の社員ほど安定した仕事はないのかもしれないけれど、うちの店は常連のお客様に愛されてるから、別に日々サバイバルってことはないよ。心配してくれてありがとな。俺は当たり障りなく笑顔で返して、永井の前から離れようとした。だが、永井は俺の背中に向かって喋り続けていた。俺が仕入れた小麦もさ、日本の大企業が争奪戦繰り広げてくれてさ、毎日接待で大変。そんなだからこんな庶民の小料理屋もたまには味わってみたくなっちゃったってわけ。それにしてもマジ上品さも何もない味だな。だったら帰ってくれ。ここは家族みたいに互いをいたわり合える人たちの場なのだから。永井に向かって怒鳴り声を上げそうになった時だった。永井さんと言ったかな。え？あ、そうですけど。先ほど小麦の入札の話をされていたところをお見受けすると、三橋物産の永井さんかな。笑顔で尋ねた八神様に、永井は怪訝な顔でうなずく。やはりか。私はこういうものだ。八神様は永井に向かって名刺を差し出した。そして笑顔のままに言ったのだ。申し訳ないが、君のところとの取引はなかったことにさせてもらう。その一言に、さっきまで饒舌に語っていた永井の舌は凍りついたように声を発せられなくなっていた。八神様？俺の問いかけに、八神様は、ははは、と声を上げて笑った。そうか。草野くんには仕事の話はしたことがなかったね。草野くんにとって私はただのお店によく来るおじさんに過ぎなかった。それなのにあんな気遣いを示してくれたんだね。八神様は俺にも名刺を一枚渡してくれた。そこには大手菓子メーカーの代表取締役であることが示されていた。永井が自慢していた小麦を購入してくれた会社の社長が八神様だったのだ。そんなすごい人だったとは知らなかったが、びっくりよりも納得だった。多くの人の人生を抱える大企業の社長であるがゆえに、器の大きさと気品がある方なのだ。私は半年前に妻を亡くしてね。葬式やら何やら忙しい日々が過ぎ去ると途端に気が抜けたようになって何も手につかなくなってしまったんだ。
そんなある日、草野くんが私の家を訪ねてくれてね。あの時持ってきてくれたまだ温かい茶碗蒸しの優しい味は、今も思い出すと涙が出そうになるんだよ。半年前に八神様の奥様が亡くなったと大将に聞かされた時には、すでに葬式も終わっていた。二人で寄り添って支え合っていたご夫婦が、こんなにも急にパートナーを失うなんて、どんなに辛いことだろう。そう考えると、何か自分にできることはないかと思って、いても立ってもいられなくなったのだ。だが、自分にできることは料理ぐらいしかない。そう思って、傷心の心を癒せるものをと、心を込めて作ったのが茶碗蒸しだったのだ。私の地位ゆえに優しくしてくれる人はたくさんいる。でも草野くんの優しさは本当に心から出たものだ。彼こそが真の友にふさわしい人間だよ。その草野くんの作ったものを貧乏くさい？君こそ心に愛の足りない人間なんじゃないのかね？それは。私は草野くんの料理もこの店も大好きなんだ。だとしたら、君は私も味のわからない貧乏舌の人間だと言いたいのか？八神様の静かだが確信のこもった物言いに、永井は真っ青な顔で椅子から立ち上がり、突然土下座をした。八神社長がいらっしゃるとはつゆ知らず、失礼をいたしました。私は、草野くんとは中高の同級生だったので、つい冗談が過ぎてしまい。冗談？私にはただ、草野くんを貶めたい、マウントを取りたいと躍起になっているようにしか見えなかったがね。そんな人間とは、とても仕事をしたいとは思わない。永井はただただ床に額をこすりつけるように頭を下げ続けていた。本当に申し訳ありませんでした。心からお詫び申し上げます。ですからどうか取引をやめるなどとは。そう言って涙声になってくる永井に、八神様は、そうだなぁとつぶやきつつ、携帯電話を取り出し、誰かに電話をかけ始めた。こんな時間に申し訳ない、三橋社長。今回契約させてもらった小麦なんだがね、君のところの担当営業が私の恩人を愚弄している場面に出くわしてしまってね。とてもこんな人間と関わった小麦は使いたくないと思ってしまったんだよ。たかが小麦、されど小麦なんだ。一流の料理人は小麦を扱う前に生き返らせるように小麦を優しく揉みほぐすんだ。その料理人の優しい心と手に触れると、小麦は本当に息を吹き返して美味しくなる。私は何度もそんな場面に触れ合ってきた。その後、八神社長と三橋社長の話し合いがしばらく続き、電話が切られた。そして直後に永井の携帯が鳴り出し、社長から担当を外すという通告がなされたのだった。威張り散らしていた数分前と同じ人間とは思えないくらいに、背中を丸めた永井がとぼとぼと店を後にしていく。その瞬間、店の中にいたお客さんの間から拍手が湧き起こった。いやー、さすが八神さんだ。見事に収めてくださり、ありがとうございます。私はただ、この店も大将も草野くんも大好きだから、おせっかいを焼いたまでですよ。ここは私と妻の聖地ですから。八神様はそう言うと、再び静かに食事と酒を楽しみ始めた。まるで横に愛しい奥様がいらっしゃるかのように。
俺は中卒の小料理屋の料理人。社会的ステータスは低いのだろう。でも、心は豊かだと思う。素晴らしい環境で素敵な人たちに囲まれて毎日を送れているのだから。そのことに感謝をしつつ、この人の心に温かい湯気を送るような店にふさわしい人間でありたいと思う。今日も大将と共にお客様を迎える準備を始めよう。